皆さんこんにちは、三島です。今日は鶏の胸肉を使ってミラノ風カツレツ風を作っていきたいと思います。普通は、子牛だったり豚肉だったりで作ることが多いんですけど、今日は、お値段も安いし、淡白ヘルシーなので鶏の胸肉で作りたいと思います。はい、ではまず鶏の処理からやっていきます。鶏の胸肉、今日はちょっと大きめのものを、2枚用意しました。で、これからどうするかというと、これを厚さを半分に切って叩いて薄く伸ばしてパン粉をつけて揚げ焼きにするっていう形で進めたいと思います。で、ドリップが結構出てるので、この水分をペーパーで取ってきます。で、その際に皮はちょっと必要ないので皮は外してください。で、油が気になる人は油もついでに取っておいてください。はい、そしたらじゃあではこの鶏肉を横に半割りにして、その半割りにしたお肉を綿棒とか瓶の底で叩いていくっていうことをするんですけど、ちょっと筋とか、油とか血合いみたいな血の血管がついてるところがあれば、気になる人は取ってください。はい、そしたら熱い方を見た方がわかると思うので、身の熱くなっている方を最初の包丁を入れる場所にして、だいたい横から見て厚さを半分にして、でこっちの方がちょっとこう薄くなってきたりしているので、ゆっくりでいいので、だいたい半分の厚さになるように割っていきます。ただ、後からこれ叩いたりするのであんまり神経質にならなくてもいいし、家族で食べるのでたくさん食べる人もいれば小さくていいよっていう人もいると思うので、均等にしようと思わなくていいんじゃないかなと私は思います。はい、はい、こんな感じでちょっとこっちの方が熱くなっちゃったかなって感じですけど、穴が開いちゃっても、もしこうやってやるときにちょっと難しくて薄かったりすると、穴が開いちゃったりすることもあると思うんですけど、それも気にせず後でくっつければいいだけなので、はい、じゃあ、こっちの方も切っていきます。こんな感じで半分に、ここはちょっと熱くなりました。はい、じゃあこれを、叩いていくんですけど、綿棒かもしくは瓶の後ろを使います。ラップを1枚上に引いて叩いていきます。最初は、肉の繊維を壊していくみたいな感じで全体的に、叩いていって、最後の方で厚さの調整をしながら強く叩くところと優しく叩くところを混ぜながら、薄いところは優しく叩き、厚いところを強く叩いたりして厚さを均一にしていきます。はい、こんな感じでだいたい厚さが一緒になるように調整していきます。じゃあこれを4枚ともやっていきます。はい、ラップは使い回しができるので同じものを使うようにするといいと思います。ではこれに薄い身なので薄く両面に塩コショウしていきます。
それでは、これにパン粉をつけて揚げ焼きにするんですけど、まず油の準備をしてからパン粉をつけたいと思います。で今日はこれで全部1枚だけだと焼けないので、フライパンを2枚使うか、半分だけ焼いてもう1回半分だけ焼くっていう風にやるかなんですけど、揚げ焼きの場合2回目を焼く時に結構その油が少ないので、油が結構傷んでいたりとか、揚げた時にこう落ちたパン粉が揚げ焼きの場合だと綺麗にすくえなかったりして結構めんどくさいので、私は揚げ焼きで2回繰り返すよりもフライパンを2つ使って同時で揚げてしまった方が楽なんじゃないかなと思います。ただ晩ご飯とか作る時に火口をどれくらい使ってるかとか、フライパンを何個持ってるかとかによってできることとできないことがあると思うので、どっちでもやりやすい方でやるといいと思います。はい。で、2回繰り返してやる、2回に分けて作るっていう場合は、一度きれいにその落ちてしまったパン粉焦げちゃうので、それをきれいに取って油を足し直してから焼くっていう形になります。はい。油の量なんですけど、パン粉がこう、例えばお肉にパン粉がこうくっついていて、パン粉が半分しか埋まってないぐらいの油の量だと結構焦げやすかったりするので、ちゃんとついてるパン粉が埋まるぐらいまでは揚げ焼きでも油の量があった方がいいと思います。なので、一面に広がるぐらいは油を入れたいと思います。これ感じかな。こんな感じですね。はい。はい。じゃあ小麦粉、卵、パン粉の順で、つけていきます。小麦粉はこのまな板の上で打つとして、卵はこのタッパーがちょうどあるのでタッパーに入れて、でパン粉はお皿というかちょっと幅が広いものに入れたいと思います。ちょっと卵、ご近所の方からいただいた卵で小さめなので2つ使いたいと思いますけど、卵の大きさによっては1個でいけるかなと思うので、つけてみて足りなかったらもう1個使うみたいな感じがいいかなと思います。はい。パン粉は今日は細めでちょっと細かいものを用意しました。で、私結構フランス料理とか作る時多いんですけど、フランスのパン粉って結構細かくて、でもうちょっとパンが硬いのかな、フランスパンだからやっぱりなんかこうゴリゴリしてるっていうかちょっと硬いんですよね。で、家で作る時も割と細めのパン粉を買うことが多くて、ちょっとフライみたいな感じになりにくいので雰囲気が変わる。で、今日みたいな、ミラノ風カツレツを目指して作るなら普通のパン粉をつけて作ると、とんかつみたいな雰囲気になっちゃうので、雰囲気だけでもやっぱり細かいパン粉の方がいいと思います。なので普通のパン粉を持ってますっていう方は手でこうやって揉んだり、袋のままでもよければ袋のままでこうやってぐちゅ潰して、それを使うようにすると割と細かい感じの仕上がりになるので、おすすめです。でもめんどくさいっていう人はそのままでも全然いいと思います。はいはい。ではではつけていきたいと思います。はい、じゃあ弱火で火をつけていこうと思います。で、温度がわかるためにちょっとパン粉を1個落としておきます。で、このパン粉の動きを見て、油の温度がどのくらいになってきたなみたいな判断をしたいと思います。はい、じゃあ、小麦粉からまな板の上でやりたくないっていう人もいると思うので、そういう人はお皿とかバットを使ってください。はい、じゃあ卵でパン粉って感じでいきたいんですけど、一気にいった方がいいので今回は別でパン粉をつけ終わったら一旦違う場所に移したいと思います。
なので蒸しといて、ちょっと押さえるようにして、で結構これパン粉を二度漬けするっていう、レシピも結構多くて、それはお任せします。二度漬けする場合はもう一回これを繰り返すっていう感じで、まあ好みの問題なので、しっかり押し付けるようにつけて、これで次をつけたいと思います。最後はパン粉がもったいないので薄く引いておいて、そして上からもかけて押し付けるっていう感じで無駄なくいきたいと思います。卵はちょっと余ってしまいましたけど、卵大きさによってちょっと調整してみてください。調整できそうだったら調整してみてください。はい、最後はちょっと無駄のないようにで押さえて、はい、こんな感じでこれで揚げていきたいと思います。じゃあ、油弱火にかけて5分ぐらい経ったと思うんですけど、今この落としたパン粉の様子を見てみると、あまり反応はないです。そんなに温度が上がってないって感じですね。なので、パン粉をつける時に弱火にかけておけば、鍋が徐々に鍋が温まってきて、油はそんなに熱してなくても鍋が温まってるだけでもだいぶ、違うので、つけておくといいと思います。そして、パン粉をつけ終わってから温度を調整して、このパン粉が、ちょっと泡がプクプクって出てきたりとか、こう動き始めるぐらいまで温度を上げていきます。強めの中火ぐらいに今しています。ちょっと今これが動き始めているので、少しやっぱり油がこうゆらゆら動き始めてるっていう感じですね。分かりづらければもう一個パン粉を落としてみると、はい、今こう入れた時に泡が出てきて割と激しく動いているので、この状態でお肉を入れたいと思います。一番大きいやつを大きいフライパンに入れて、入らないかな。どうしよう、無理やり焼くか。はい、いいか。3枚にしとこうか。無理やり焼かない方がいい。失敗するより。はい、この下にパン粉が固まってきたら、この下に油がしっかり入るように、こうちょっと油を入れてください。なんかこう置いた時に油が逃げちゃって、しっかり油が入ってないってこともあるので、火加減はずっと中火からちょっと強めの中火ぐらいで、揚げています。
で少し色ついてきたら少し中火ぐらいに落として、で少し平らにしてあげて、焼き色がつくように押さえて、木べらとかで押さえてあげると凸凹がなくなるので、綺麗に色がつきやすいです。はい、出す。はい。はい。2枚ずつ焼こうと思ってたんですけど、やっぱりちょっと1個がフライパンちっちゃいので入りきらなかったので、1枚残ってるので、これをちょっと、油を一度こして、で、もう1枚を焼いていこうと思います。小さいパン粉の落ちたものが結構焦げて黒くなりやすいので、一度洗うか、拭いてきれいに取ってから、でこの油を少しずつはい、この油で2回目を焼きます。はい、じゃああったかいのでもうすぐに入れていきます。ここに1枚しか入ってないという時は、さっきみたいに2枚、入っている時よりも油の温度が熱くなりやすいので、火加減に注意して、今中火ぐらい、最初から中火ぐらいで焼いていますけど、ちょっと気をつけて火加減を調整してください。はい、では盛り付けしたいと思います。はい、今日はシンプルにクレソンとレモンを添えるっていう風にしたいと思うんですけど、本当は焼く時にバターとか、入れて香りをつけてもいいと思うんですけど、今日は、量が多いのでバターは入れずに焼きました。入れる場合は油に少し風味付けとして入れたり、仕上げにちょっとこう入れて絡ませてもいいですし、そういう風にちょっとリッチな感じにしたい場合はそういう風にしてください。じゃあレモンの輪切りを添えて、切りを添えて、で、はい、このチーズを上からかけて、でクレソンを、今日は鶏胸肉を使って、カツレツ風を作りました。はい、揚げ焼きで、大きく広げて、それ大きく伸ばして、それを揚げ焼きにするので、フライパンをどういうふうに使い回すかっていうのが結構大人数のご家庭だと難しいかなと思います。なので工夫して、2枚でやってもいいし、何回かに分けて作るっていうこともいいと思うんですけど、どうしてもお肉なので特に皮がついてる方が、筋が入っているのでギュッと縮んで浮きやすいので、軽くあんまりギュッて押さえつけると焦げちゃったりするので、焦げちゃったりパン粉が剥がれやすかったりするので、軽く、木べらで上から押さえてあげて、でなるべく綺麗な焼き色がつくように
やってみてください。分量は概要欄のところに載せておきます。それではさようなら。はい、ではちょっと食べてみたいと思います。レモンが好きなのでレモンは絞って、はい、パン粉の衣が、薄く細かいものなので薄くてカリッと焼き上がっていて、中の鶏肉は繊維が結構鶏の胸肉なので繊維が結構強いんですけどしっかり叩いているので、すごく柔らかいです。で噛んだ感じもすごく柔らかいので叩く時にしっかり繊維を壊すようなイメージでちょっといろんな方向で一方方向だけじゃなくていろんな方向で綿棒とか瓶の後ろ側で叩くといいんじゃないかなと思います。はい、でシンプルな鶏の味なんですけどちょっとレモンの風味とかパルメザンチーズの風味がアクセントになっててとっても美味しいと思います。